いうことで、黄色いポーチ忘れた。おはようございます。おはようございます。今日はちょっとマジでガチで急ぎ目で準備していきたいと思います。急いで日焼け止めじゃなくてんだけど、化粧水塗ってきます。で、私はこう腕とかにも塗っちゃいます。で、ちなみにこの化粧水を朝は塗ることが多いです。一旦マイクをここに置かせてもらいます。で、このビタミン C のは朝使うんだけど、すごいなんかこれだけでも結構保湿力なんだけどさっぱりもしているのでお気に入りでね、多分私中学生ぐらいからね、このドクター C ラボの VC は VC100 使ってますね。そしてそしてこちら C セラムゼオスキンです。これは私は鼻とかこういうちょっと気になるところ、朝はそんなに凝ったスキンケアとか、すっごいなんかこれメガネの後で赤いんだよね。時間かけるような感じのスキンケアは基本してないです。ラロシュポゼのシカプラストを塗っていきます。これね、このねでかさね、本当にこの蓋が開きにくくって開きにくいのよ。大きいの買わなきゃいけないんだけど、大きいやつはねそんなに開けるのそんなに苦戦しないんだけど、ちっちゃいのはめっちゃ苦戦するの。ちょっと生理前で肌がこう揺らぎがちというか、あんまりなんかいい感じではないんですけど。そして日焼け止めラロッシュの使います。こんぐらいかな、とりあえず。詳しくは前回出した動画を、こういうのをスキンケア使ってるよとか、食べ物気をつけてるよとか見てくれたら嬉しいです。日焼け止めって結構塗るんだけど、ほんとなんかテカテカになるぐらい塗っちゃうんだけど、やっぱりこういうなんていうの、頬の高いところで染みてきやすいじゃん、絶対。はい、そして最後にアリ塗ります。これは私は基本首とか体に塗ります。謎に腕にあざができて、車に乗る時とかそういう時も日焼け止めは塗ってるんだけど、アームカバーみたいなものをするように外に出歩く時とか、車乗ってる時とかつけるように気をつけてます。すぐ下地を塗るんじゃなくて、ちょっとだけ私置きたいのね。なのでこの間に私は髪の毛をちょっとドライヤーとかしてきちゃいます。ではまた。お待たせしたよっていうことで簡単にまとめて終わりです。で、ようやく顔の方に取り掛かりたいと思うのですが、とりあえず1回さっきのスキンケアとか日焼け止めをたっぷり塗っているので、そういうものはちょっとっていうのを塗ります。下地も結構ツヤのあるもの、クレとか使ってるから、時間が経つとそれがほんとテカリみたいな感じになっちゃうのね、特に夏場なんて。なので私はこんな感じでいつも皮脂オフしてます。でもなんか乾燥したくないところとかあるじゃん。ちょっと自分がどんな時でも結構乾燥しやすいなっていう部分なり、肌でもそういうところはあんまりこうティッシュオフはしてないかな。あともともとツヤが欲しい部分とか、そういうところはティッシュオフしてない。クレドポまたスポンジ忘れた。なんかさ、クレドポの下地ってすっごい綺麗になんかこう気になる部分を隠してくれるっていうわけじゃないの。やっぱ下地だからなんだけど、なんか知らないけど綺麗になるみたいな、パッと見綺麗に見えるみたいな感じの肌感を作れる感じがするので好きで使ってます。あと確かこれ SPF も入ってるはず。そう、 SPF25
PA2 プラス入ってるみたい。まあ、今結構SPF50 にプラスのPA4 プラスとか入ってたりするものも結構多かったりするけど、まあ、全然これでもそんな焼けないかなって感じ。まあ、しっかりね最初に日焼け止め塗ってるからかもしれないんだけど、眉毛やっていきます。前回のちょっとメイクしてる時と変わらないのでこれなんですが、さっきちょっとリップやっちゃおうかな。リップとあと気になるところにこれ塗ります。クマとかでも今日はあんまりちょっと塗りたくないんだよね。私はあんまりメイクしたくない時とかめんどくさいなみたいな時とかなんかね、私結構目も痛くなりやすくって人混みとかで、なのでそういう時は伊達メガネをするようにしてます。なんかスピンメイクみたいな時とかにもすごいなんか帽子にもなるしめっちゃいい。でこのディオールのリップをちょっとずつなんかいつものさ動画っぽく動画の顔になってきてない？で動画の時もあんまり私メイクそんなにしてないからあんまりなんかこうやってやってもいつもと一緒じゃんみたいな感じで思われるかもしれないんだけど、やっぱめっちゃ崩したくないっていう時とかやっぱちょっと濃くなっちゃうよね。濃いめになっちゃうなって感じはする。デザイニングアイブロウかな。パウダーでふわっとさせてからなんかもう一本のブラシタイプの方でずっと使ってるからさ、これなんかブラシもブラシじゃなくなってきてるみたいな。なんとか使ってます。でさらにちょっと毛が足りないところとかをこれもケイトかな、ケイトの超細いアイブロウペンシルがあるんだけどそれを使います。よし、はい、もう今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとまた動画撮れる時間があれば撮りたいと思います。こんばんは。はい、ということですっかり夜でして、ちょっと眠たくて目が全然開かないんだけど別撮りになっちゃうんですけど、朝のスキンケアからメイクまで確か出してるんだけど、最初の方に出してたと思うんだけど、その日とはちょっと別撮りになっちゃってるんだけど、夜のスキンケアをしていきたいと思います。ちょっとマイクは置くね。いつもと順番がバラバラだから髪の毛で急いで今乾かしてきてまだスキンケアをやってないの。いつもは髪の毛をまだめっちゃべちゃべちゃなままスキンケアとかババーって終わらすんだけど、ちょっとさすがに髪の毛だけちょっと今日は乾かしました。先にフェイスマスク、シートマスク使っていきます。ちょっとさすがに乾燥がめちゃめちゃ乾燥してるから今めっちゃ乾燥するからまぶたとか痒くなり始めた。トリデンのバランスフルシカフェイスマスクっていうやつです。これすごく大好き。何番だっけ、なんか水色のやつだっけ、水色のやつがすごい確かトリデンのシートマスクって人気だよね。違ったっけ。ちょっと待ってって感じ。多分世界一でシートマスクを貼るのが下手な人だと思う私。余ったのはちょっと手でマイクを避難させます。よし、なんとかシートマスクは貼れましたよーってことで、ちょっとこれつけようかな。なんか最近ピンと合わないんだよね。推しのピンつける。シートマスクはあんまり長時間置かなくって、めっちゃ長くて10分で基本5分とかかな多分。基本5分。記載されてる時間より多分だいぶ早くシートマスクは取っちゃいます。
15分って書かれてるものに関してとかは多分10分とか8分とか多分それぐらいでシートマスク外しちゃってます。なんかあんまり長くつけすぎちゃうと肌が逆にふやけちゃって良くないなっていうのがあって、あんまり長くしないようにしてる。これはちょっともったいないんだけど、高いシートマスクだろうが、安くてもあんまり長く置かないっていうのを心がけてます。夜も朝も今のスキンケアは大して変わってないんだけど、なんか肌の乾燥とか肌の状態に合わせてスキンケアは変えたりしてます。でも基本ベースは一緒にしてるかなっていう感じ。化粧水とかはもうずっとあんまり変わってないかな。前回紹介した愛用スキンケアの紹介したんですけど、それと同様に紹介した通りイプサのものを使ってます。はい、ということで取ります。今めちゃめちゃ水っぽいじゃん。この水がさちょっとすごすぎるから、私はちょっと首まで塗ったりとか、余ったのは手に塗ったりとかしてます。ちょっと手でなじませる。はい、ある程度ベチャベチャじゃなくなったなって思ったらイプサこれ使います。シャバシャバ系っていうのかな、なんだけどリニューアルしたんだよね。これ前よりちょっととろみが出たなっていう感じがします。で、私は前回のリニューアルする前もすごく大好きだったんだけど、このリニューアルした方がより一層すごく好みで好きになりました。なんかとろみあって保湿力もちょっとアップされたような気がします。なんだけど全然ベタつきはないです。夏場のスキンケアはめちゃめちゃシンプルで、これです。資生堂のバイタルパーフェクションのリンクルリフトディープレチノブライト A プラスっていう方になります。これはレチノールのクリームで部分用なんだけど、めちゃめちゃ私は使ってますね。ちょっと出して、本来ならこういう目元とかに使うのかなと思うんだけど、私はこのクリームが大好きなのでほぼほぼ塗ってます。鼻とかにも塗ってる。もちろんこういうところとかも塗ってる。冬場はもっとこっくりしたクリームと美容液とかも組み合わせることが多くって、こういう美容液とかを一緒に使うことが多くいいんだけど、今もずっと長年年中無休最近使ってるのがこれ。もうずっと最近はこれ使ってます。ラロッシュのシカプラスト。朝のスキンケアでも言ってるんだけど、ちょっとこれちっちゃいタイプなんだよね。本当はもっと大きいのが出てて、それをもうずっと使ってたんだけど、これちっちゃくてさ、蓋がねめっちゃ開きにくいわけ。このフェイスラインのところがやったら乾燥しやすいので塗ります。あとこの若干まぶたのところですね、この辺にこういう感じで塗ります。これでも顔のスキンケアは終わってて、ちょっとこれはね私薬をちょっといつも塗っていて口に塗ります。口はねもうめっちゃはみ出るぐらい私はちょっとこの薬をちょっと今塗っていて、不自然かもしれないんだけど、もうね皮膚科はねやめられないですね。別にこれは美容皮膚科とかそういうのじゃなくて、普通一般の皮膚科でめちゃめちゃのアレルギー体質なので、これはちょっと通ってもらってるものなんですけど、何なのかよくわかんない。はい、あとは最後にこのまつげ美容液塗ったら終わりです。なんか今はさまつパしてるからまつげにさ塗ってるんだけど、行ってない時とかはやっぱちょっとサボっちゃってまつ育をしないことがすごく多くあって、やっぱそういう時ってまつげめっちゃ抜け落ちるし、まつげがすごい弱ってるなって感じるんだよね。まつげが伸びるとか伸びないとかじゃなくて、まつげをしっかり保湿してあげるっていうことがすごく大事なのかなって思います。はい、ということでスキンケアがね終わりました。スキンケアは朝も夜もすっごくシンプルにしていて、特に朝はめっちゃシンプル。時間ないからさもうパパーっていう感じでやっちゃうんだけど、夜も
でも割とシンプルだよね。季節によってもちょっとスキンケアを変えたりっていうのをしているので、朝よりは気持ち時間かかってるかなっていう感じですね。なんかあんまり何でもかんでもここにあれ塗って、ここにあれ塗って、それにここにあれ塗ってみたいなことはあんまりしてなくって、化粧水、美容液、クリームですっごい真夏になってすっごい暑くてもう耐えらんないっていうぐらいだったらもうクリームとかも省いちゃって、美容液の油分だけで私はもう十分かなっていう感じなので、クリームも省いてる時もありますっていう感じで、スキンケアはすごくシンプルにしてます。私は今すごくトリデンのシカのやつがすごく大好きで使ってストックちょっとだけしてるんだけど、もっとねいろいろ試してみたいなと思います。ではまた。